姿勢。谷崎潤一郎。それはまだ人々が愚かという尊い徳を持っていて、世の中が今のように激しくきしみ合わない自分であった。殿様や若旦那ののどかな顔が曇らぬように、御殿女中や花魁の笑いの種が尽きぬようにと、饒舌を売るお茶坊主だの宝冠だのという職業が立派に存在していけたほど、世間がのんびりしていた自分であった。女貞九郎、女地雷や女鳴神、当時の芝居でも草草子でも、すべて美しいものは強者であり、醜いものは弱者であった。誰も彼もこぞって美しからんと努めた挙句は、天品の体へ絵の具をつぎ込むまでになった。芳烈な、あるいは絢爛な線と色とがその頃の人々の肌に劣った。馬道を通うお客は見事な彫り物のある籠かきを選んで乗った。吉原辰巳の女も美しい彫り物の男に惚れた。幕と鳶の者はもとより、町人から稀には侍なども入れ墨をした。時々両国で催される彫り物会では、参会者おのおの肌を叩いて互いに奇抜な衣装を誇り合い評し合った。清吉という若い彫り物師の腕利きがあった。浅草のチャリ文、松島町の八つ兵、金婚次郎などにも劣らぬ名手であるともてはやされて、何十人の人の肌は彼の絵筆の下にぬめじとなって広げられた。彫り物界で好評を博す彫り物の多くは彼の手になったものであった。だるま金はぼかし彫りが得意と言われ、唐草権太は絞りの名手と称えられ、清吉はまた奇形な構図と妖艶な線とで名を知られた。元豊国国貞の封を慕って浮世絵師の都政をしていただけに、彫り物師に堕落してからの清吉にもさすが絵描きらしい良心と栄冠とが残っていた。彼の心を引きつけるほどの皮膚と骨組みとを持つ人でなければ、彼の彫り物をあがなうわけにはいかなかった。たまたま描いてもらえるとしても、一切の構図と費用等を彼の望むがままにして、その上耐え難い針先の苦痛を一月も二月もこらえねばならなかった。この若い彫り物師の心には、人知らぬ快楽と祝願とが潜んでいた。彼が人々の肌を針で突き刺すとき、真紅に血を含んで膨れ上がる肉のうずきに耐えかねて、大抵の男は苦しきうめき声を発したが、そのうめき声が激しければ激しいほど、彼は不思議に言い難き愉快を感じるのであった。彫り物のうちでもことに痛いと言われる絞り、ぼかし彫り、それを持ちうることを彼はことさら喜んだ。一日平均5、600本の針に刺されて、色上げを良くするため湯へ使って出てくる人は、皆半死半生の体で清吉の足元に打ち倒れたまま、しばらくは身動きさえもできなかった。その無残な姿をいつも清吉は冷ややかに眺めて、さぞお痛みでがしょうなと言いながら心さそうに笑っている。育児のない男などがまるで乳子の苦しみのように口をゆがめ歯を食いしばり、ひいひいと悲鳴を上げることがあると、彼は「お前さんも江戸っ子だ、辛抱しなさい。この清吉の針はとびきりに痛えのだから」こう言って涙に潤む男の顔を横目で見ながら構わず掘っていった。また我慢強い者がぐっと肝を据えて眉一つしかめずこらえていると「お前さんは見かけによらねえ突っ張りもんだ。だが見なさい。今にそろそろうずき出してどうにもこうにもたまらないようになろうから」と白い歯を見せて笑った。彼の年来の祝願は、高貴ある美女の肌を得て、それへ己の魂を掘り込むことであった。その女の素質と要望とについてはいろいろの注文があった。ただに美しい顔、美しい肌とのみでは
彼はなかなか満足することができなかった。江戸中の井戸町に名を響かせた女という女を調べても、彼の気分にかなった味わいと調子とは容易に見つからなかった。まだ見ぬ人の姿形を心に描いて3年4年は虚しく憧れながらも、彼はなおその願いを捨てずにいた。ちょうど4年目の夏のとある夕べ、深川の料理屋平瀬の前を通りかかった時、彼はふと角口に待っているカゴのすだれの影から真っ白な女の素足のこぼれているのに気がついた。鋭い彼の目には、人間の足はその顔と同じように複雑な表情を持って映った。その女の足は彼にとっては尊き肉の宝玉であった。親指から起こって小指に終わる繊細な5本の指の整い方、江ノ島の海辺で取れる薄紅色の貝にも劣らぬ爪の色合い、玉のようなきびすの丸み、清冽な岩間の水が絶えず足元を洗うかと疑われる皮膚の潤沢。この足こそはやがて男の生き地に越え太り、男のむくろを踏みつける足であった。この足を持つ女こそは、彼が長年尋ねあぐんだ女の中の女であろうと思われた。清吉は踊り立つ胸を押さえて、その人の顔が見たさにカゴの後を追いかけたが、2、3丁行くともうその影は見えなかった。清吉の憧れ心地が激しき恋に変わってその年も暮れ、5年目の春も半ば追い込んだある日の朝であった。彼は深川佐賀町の宮居で房楊枝を加えながら、錆び竹の濡れ縁におもとの鉢を眺めていると、庭の裏木戸を大人う気配がして袖垣の陰からついぞ見慣れぬ小娘が入ってきた。それは清吉がなじみの辰巳の羽織からよこされた使いのものであった。姉さんからこの羽織を親方へお渡しして、何か裏地へ絵模様を描いてくださるようにお頼み申せって。と、娘は右近の風呂敷をほどいて、中から祝いと弱の似顔絵の多頭に包まれた女羽織と一通の手紙とを取り出した。その手紙には羽織のことをくれぐれも頼んだ末に、使いの娘は近々に私の妹分としてお座敷へ出るはずゆえ、私のことも忘れずにこの子も引き立ててやってくださいとしてためてあった。どうも見覚えのない顔だと思ったが、それじゃあお前はこの頃こっちへ来なすったのか。こう言って清吉はしげしげと娘の姿を見守った。年頃はようよう16か7かと思われたが、その娘の顔は不思議にも長い月日を色里に暮らして幾十人の男の魂をもてあそんだ豊島のようにものすごく整っていた。それは国中の罪と宝との流れ込む都の中で、何十年の昔から生き変わり死に変わった見目麗しい多くの男女の夢の数々から生まれいずべき器量であった。お前は去年の6月頃、平瀬からカゴで帰ったことがあろうがな。こう尋ねながら、清吉は娘を縁へかけさせて、ビンゴ表の台に乗った高知な素足を司祭に眺めた。ええ、あの自分ならまだお父さんが生きていたから平瀬へもたびたび参りましたのさ。と娘は奇妙な質問に笑って答えた。ちょうどこれで足掛け5年、俺はお前を待っていた。顔を見るのは初めてだが、お前の足には覚えがある。お前に見せてやりたいものがあるから、上がってゆっくり遊んでいくがいい。と清吉は糸間を告げて帰ろうとする娘の手を取って大川の水に臨む2階座敷へ案内した後、巻物を2本取り出してまずその一つを娘の前に繰り広げた。それは古の暴君中央の張飛、抜旗を描いた絵であった。
瑠璃サンゴを散りばめた金冠の重さに得体の滑らかな体をぐったり高欄に持たれて、羅領のモスモを木刺しの中段に翻し、右手に大杯を傾けながら今しも帝前に敬さられんとする生贄の男を眺めている妃の風情といい、鉄の鎖で獅子を道中へ結いつけられ、最後の運命を待ち構えつつ、妃の前に神戸をうなだれ、目を閉じた男の顔色といい、ものすごいまでに巧みに描かれていた。娘はしばらくこの奇怪な絵の表を見入っていたが、知らず知らずその瞳は輝き、その唇は震えた。怪しくもその顔はだんだんと妃の顔に似通ってきた。娘はそこに隠れたる真の己を見出した。この絵にはお前の心が映っているぞ。こう言って清吉は心よぎに笑いながら娘の顔を覗き込んだ。どうしてこんな恐ろしいものを私にお見せなさるのです。と娘は青ざめた額をもたげて言った。この絵の女はお前なのだ。この女の血がお前の体に混じっているはずだ。と彼はさらに他の一本の画幅を広げた。それは肥料という画題であった。画面の中央に若い女が桜の幹へ身を寄せて、足元にるいるいと倒れている多くの男たちのむくろを見つめている。女の身辺を舞いつつ勝ち時を歌う小鳥の群れ、女の瞳にあふれたる抑えがたき誇りと喜びの色、それは戦いの後の景色か、花園の花の景色か。それを見せられた娘は、我と我が心の底に潜んでいた何者かを探り当てたる心地であった。これはお前の未来を絵に表したものだ。ここに倒れている人たちは皆これからお前のために命を捨てるのだ。こう言って清吉は娘の顔と寸分たかわぬ画面の女を指さした。五章だから早く備えをしまってください。と娘は誘惑を避けるがごとく画面に背いて畳の上へ突っ伏したが、やがて再び唇をわななかした。親方、白状します。私はお前さんのお指し通り、その絵の女のような性分を持っていますのさ。だからもう堪忍してそれを引っ込めておくんなさい。そんな卑怯なことを言わずと、もっとよくこの絵を見るがいい。それを恐ろしがるのもまあ今のうちだろうよ。こういった清吉の顔にはいつもの意地の悪い笑いが漂っていた。しかし娘のつむりは容易に上がらなかった。襦袢の袖に顔を覆っていつまでも突っ伏したまま、親方、どうか私を返しておくれ。お前さんのそばにいるのは恐ろしいから。と幾度か繰り返した。まあ待ちなさい。俺がお前を立派な器量の女にしてやるから。と言いながら、清吉は何気なく娘のそばに近寄った。彼の懐には、かつてオランダ医からもらった麻酔剤の瓶が忍ばせてあった。日はうららかに川面を得て、八畳の座敷は燃えるように照った。水面から反射する光線が無心に眠る娘の顔や障子の紙に金色の波紋を描いて震えていた。部屋の仕切りを立て切って彫り物の道具を手にした清吉は、しばらくはただうっとりとして座っているばかりであった。彼は今初めて女の妙相をしみじみ味わうことができた。その動かぬ顔に相対して10年100年この一室に正座するともなお開くことを知るまいと思われた。古のメンフィスの民が荘厳なるエジプトの天地をピラミッドとスフィンクスとで飾ったように、清吉は正常な人間の皮膚を自分の恋で彩ろうとするのであった。やがて彼は左手の小指と薬指と親指の間に挟んだ絵筆の方を娘の背に寝かせ、その上から右手で針を刺していった。若い彫り戻しの心は
墨汁の中に溶けて皮膚ににじんだ。焼酎に混ぜて掘り込む琉球酒の一滴一滴は彼の命の滴りであった。彼はそこに我が魂の色を見た。いつしか昼も過ぎて、のどかな春の日はようやく暮れかかったが、清吉の手は少しも休まず、女の眠りも破れなかった。娘の帰りの遅きを案じて迎えに出た箱屋までが、あの子ならもうとうに帰って行きましたよと言われて追い返された。月が対岸の途中屋敷の上にかかって、夢のような光が沿岸一帯の家々の座敷に流れ込む頃には、彫り物はまだ半分も出来上がらず、清吉は一心にろうそくの芯をかきたてていた。一点の色をつぎ込むのも彼にとっては容易な技でなかった。刺す針抜く針の度ごとに深い吐息をついて、自分の心が刺されるように感じた。針の跡は次第次第に巨大な女郎雲の形を備え始めて、再び夜がしらしらと白み染めた自分には、この不思議な魔性の動物は8本の足を伸ばしつつ背一面にわだかまった。春の夜は上り下りの川船の漏洩に開け放たれて、朝風をはらんで下る白穂の頂から薄らぎ染め始める霞の中に、中洲、箱崎、霊岸島の家々のイラカがきらめく頃、清吉はようやく絵筆を置いて娘の背に彫り込まれた雲の形を眺めていた。その彫り物こそは彼が命のすべてであった。その仕事を成し終えた後の彼の心はうつろであった。二つの人影はそのままややしばらく動かなかった。そうして低くかすれた声が部屋のシェーキに震えて聞こえた。俺はお前を本当の美しい女にするために彫り物の中へ俺の魂を打ち込んだのだ。もう今からは日本国中にお前に勝る女はいない。お前はもう今までのような臆病な心は持っていないのだ。男という男はみんなお前の肥やしになるのだ。その言葉が通じたか、かすかに糸のようなうめき声が女の唇に残った。娘は次第次第に知覚を回復してきた。重く引き入れては重く引き出す片息に、雲の足は生けるがごとく前動した。苦しかろう。体を雲が抱きしめているのだから。こう言われて娘は細く無意味な目を開いた。その瞳は夕月の光を増すようにだんだんと輝いて男の顔に照った。親方、早く私に背中の彫り物を見せておくれ。お前さんの命をもらった代わりに私はさぞ美しくなったろうね。娘の言葉は夢のようであったが、しかしその調子にはどこか鋭い力がこもっていた。まあこれから湯殿へ行って色揚げをするのだ。苦しかろうがちっと我慢をしな。と清吉は耳元で口を寄せていたわるようにささやいた。美しくさえなるのならどんなにでも辛抱してみせましょうよ。と娘は身内の痛みを抑えて強いて微笑んだ。胃がしみて苦しいこと。親方、御正だから私を売っちゃって2階へ行って待っておくれ。私はこんな惨めなざまを男に見られるのが悔しいから。娘は湯上がりの体を拭いもあえず、いたわる清吉の手を突きのけて激しい苦痛に流しの板の前へ身を投げたままうなされるごとくにうめいた。気違いじみた髪が悩ましげにその方へ乱れた。女の背後には兄弟が立てかけてあった。真っ白な足の裏が2つ、その面へ映っていた。昨日とは打って変わった女の態度に
末吉は一方ならず驚いたが、言われるままに一人2階に待っていると、およそ半時ばかり経って女は洗い髪を両肩へ滑らせ、身じまいを整えて上がってきた。そうして苦しみの影も止まらぬ華やかな眉を張って、欄干にもたれながらおぼろにかすむ大空を仰いだ。この絵は彫り物と一緒にお前にやるから、それを持ってもう帰るがいい。こう言って清吉は巻物を女の前に差し置いた。親方、私はもう今までのような臆病な心をさらりと捨ててしまいました。お前さんは真っ先に私の肥やしになったんだね。と女は剣のような瞳を輝かした。その耳には外貨の声が響いていた。帰る前にもう一遍その彫り物を見せてくれ。清吉はこう言った。女は黙ってうなずいて肌を脱いだ。森から朝日が彫り物の表に差して、女の背中は産卵とした。